これヴィンテージのパンツですよね。60万円台とかありますよ。90万円台もありますね。マジか。これ地べたの一番向こうが一番安い。もう500円のリーバイスがあります。500円。どうもこんにちは。原宿でマービンズっていう古着屋やってます。半沢と申します。はい。よろしくお願いしお願います。します。まあ古着なんですけど、ヴィンテージのが多いですね。多いっていうか、ほとんどヴィンテージかもしれませんね。でももちろんものすごい安いのもありますよ。全部10万以上ですって。そういう店じゃないですよ。びっちり入ってますね、これね。なんでこんなにこうパンパンにされるんですか。びっちりやって、これなんかあるんじゃないのこの店って思わせてもなんか面白いじゃないですか。でもこれこんなに詰めてると、ちょっと手痛いっすってよくやりますよ、これ。結構疲れ。こう見るのにね。本当は改善の余地は必要なんですけど、もうついついこう、どんどん入れちゃうんですよ。これミニタリーですね。まあそっちにもありますけど、まあ、フライトジャケットですよね。こういう感じですよね。これドカジャンタイプの。これ B15B でもサイズ38。まあやっぱり標準サイズだったんでしょうね。パイロットそんなにでかい方いないので、44とか、G ジャンでいう人気のあるサイズってほぼないんですよ。狭いところで着るので、あとはあんまりでかいと、やっぱパイロットになれなかったみたいで、このぐらいのが中古としては多いですよ。後々ね、このあったかさを追求したんですけど、首元苦しいっていう風になって、まあ、こういう L2BMA1 みたいな、こういう形になると。まあ、この素材がやっぱりもう完成形の素材ですよね。まあ、一番人気のあるって言いますかね、一番数があるタイプですよね。そうですね、まあ、G ジャンですよね。まあ、このリーバイスの G ジャン。だから、まあ、上にも飾ってますけど、ファーストですよね。相変わらず人気ありますね。506WX っていうね、品番ですけどね。形的には、1920年代からはあるんですよ。これの次はあれですよ、このセカンドってやつですよ。リーバイスも考えたじゃないですか。あれもう一個増やしちゃって、ポケット。2つのが便利じゃんってことになったでしょ、これ。絶対そうでしょ、これ。506WX っていうのは、これ微乗で、ちょっとこう絞れるんですよ。でも、いろんなところに引っかかったらしいんですよね。で、セカンドになるとね、なくしてんだよね、ここね。これだいぶ進化だよね、これ。多分こう引っかかるんですけど、みたいな。文句がだいぶ言って、リーバイスに、じゃあこれ取っちゃおうかと。でポケット1個増やそう。すごい進化だよね、これ。507になって。で、これファーストの、さっき言わせましたけど、もっと古いやつは、さらにこれポケットの蓋ない時代があったのね、これ。ポケットの蓋ないの。そしたら落ちるでしょ、作業やってんのに。書類でも入れといて長くしたら大変でしょ、これ。で、蓋つくようになった。30年代にはもう蓋ついてますよ。でも、戦争の時代になって、1942年から第二次世界大戦始まって。でね、パーツの供給っていうよりも、物資無駄にすんなと。素材を。それで、また蓋なくなるんだよね。それが対戦モデルすごいこれ。その辺にある。ほら、蓋ないでしょ、ポケットの。で昔に戻っちゃった。で、これ、通常ボタンこれ5つでしょ ?1、2、3、4、5個。パーツ無駄にするなってことで4つになっちゃった。戦争期間だけ、4年ぐらい。では高いし人気なんですよ。数ないから。しょうがないですよね。これヴィンテージのパンツですよね。リーバイの中古としてはここが一番高いです。で、こういう順になってる。
こういう順になってで、この地べたの一番向こうが一番安い。もう500円のリーバイスがあります。それなんで500円かというと、まあアメリカ製じゃない。ウエストがちっちゃいとか。で、今皆さんが欲しがる形じゃないってなると、いくつかそのポイントがマイナスの方向に行くでしょ。もう絶対安くない。ここで、一番上で59万8000円ぐらいありますよ。60万円台とかありますよ。90万円台もありますね。まあこれなんか、これも 501WX。まあ色濃くないですね。で、まあ綺麗に直されてていいじゃないですかね。で、これおまけに 501ZWX ってこれジッパー。ジッパーなんですよ。普通は、ボタンフライです。これを結局ジッパーにしたのが同じ501だけど間に Z つけてジッパーの Z つけて 501ZWX。数的にはねこれ10本あったら1本あるかなぐらい。全然少ないです。で人気的にはどうかというとじゃあ、珍しいから高いですかって全く。これを買ってまあしょうがない次ジッパーでいいかってそういうポジション。でもね実際にはね急いでトイレ行く時とかこれよりもはるかに便利ですよ。これチャッチャっていくからジッパーのマジで。現代ジッパーの多いでしょ。多いです。これボタン漏らすよこれ下手すると。100年以上前のシステムなんだからこれ。いまだにこれすがってる場合じゃないよ本当に。でも古くてかっこいいから皆さんここに行くの。ZWX かなんて言われちゃうもんジッパーついてると。新品のジーパンでもクラッシュジーンズってわざわざ穴開けて売ってますけど中古は塞いでやった方がいいよね。じゃあ綺麗だな。じゃあ一応塞いでますよ全部、まあ、さっきのこれもそうだけどこういうとこだから穴開いてたのをこう塞いでますよねこれね。そうそうここなんかミシンでこうやってやる跡あるじゃないですか。これは絶対塞いでやった方がいいんですよね。なんでかというと買ってから穴開きジーパンだとお金かかっちゃうでしょ自分で直すお金が。穴開きジーパン買って一生履けるかってそうでもないですよ。自分の中でちょっと恥ずかしくなってきたなって時期絶対来るから。めちゃくちゃ混んでる電車の中とかちょっと見られてんな膝とか絶対穴開いてない方がいいよ。それじゃなくても履いてたら穴開いちゃうんだから。これです。1911年。もう重要参考資料で書かれちゃってるからね、これ。これ重要だな、これ。僕が書いたんですけどね。タイプ的にはね、201っつって、501がトップなんですよ。品質トップ。リーバイスのおすすめジーパン。労働着の中で最高級を目指したから。で、WX。で、これは、まあ、廉価版というか、喧嘩版というかね。ちょっと安いし、それに2品番つけた。最高級は革。で、2番だから紙。だいぶ安くなっちゃった、これ。その代わり、数はないですよ。なんでかというと、501ほど作ってないし。で、作業で皆さん求めるのは、長持ちするやつがいいな、って言ったら501だから。これちょっとお金ないから、まあ2品番でいいかっていう方たちが入ってる。これまたベルトループもないからね、これ。ベルトループ最初からないですよ、これ、時代的に。ここに、こうループつけてね、背中のサスペンダー1本、前は、ここにこうループつけて、サスペンダーこっちと、こっち。で、この時代だと、このリベット、これよく見るとね、ポンチで打ってるんだよね。この円盤が抜けないように。なるほど。手でパーンってやって、ここ膨らまして、この円盤抜けないようにして。で、さらにこのウエストバンドって言うんですけど、ウエストバンドに対してコインポケットがめちゃくちゃくっついてるよね、これ。この差が。これより古くなるとここでかぶっちゃうからね、これ。で、これなんか使うのに物を入れたりするの。あれちょっと不便だなって分かったんでしょうね。で、ちょっとずつ下がっていったっていう。201のこの文字も見えてるしね。ナンバー2。この馬と馬を引いてる男の人2名。で、さらにこっち馬。これはリアルに書いてあるんだよね、昔のは。で、このバックルーつってこの金具もね、
201の11年モデル。まあ、1900年代初頭のモデルは、こういう安々バックル。の22年モデルは、もうここがね、501と同じバックルになるから。で、201でこのバックルついてるの。これも古い201ですよ。かっこいいね、これね。これはまあ値段ついてるんですけど、今でいう、その年代、機種、色、パーツが揃ってるか揃ってないか。で、いうその積み重なった値段ってのついてるんですけど、売れちゃうと寂しいよね、これ。次ないからね。うん、まあ、これも一緒ですよ。1800年代の。これボロいんですよ、なんて言ったけど、もう、それ売りたくない工場みたいなもんだから。これ売れちゃうと本当ないから、これ。大体の人から、後ろポケット取れてますよって言われるんですけど、もうめんどくさい時はそうっすねって言うんですよ。本当は最初からないですよ、これ。1800年代片ボケでしょ。1900年代入って、1902年ぐらいには両ボケにしたんですよ。それさっきのファーストからセカンドじゃないけど、あ、ニコンが便利じゃんってなったんだよ、絶対。リバイス的に。今でもこう脈々と続くこの、普遍的なスタイルは、もう1902年には完成してる。そういうの考えると面白いですよ。こういうこと考えてたんだろうなとか。